こんにちは、ぶっちち DIY チャンネルです。ご覧いただいているのは、前回制作した木製小型タワー型 PC ケースです。今回の動画ではこの PC の CPU、GPU の温度の測定をして、問題があったら改善しようと思います。まずシネベンチ R23 で10分間負荷をかけて CPU 温度を計測してみました。その結果、室温28度、CPU 温度は70度だったので、問題ありませんね。次に FF14 ベンチマークで GPU 温度が何度になるか計測してみます。この時の室温は25度、サイドパネルは閉じた状態です。GPU 温度は 75.2 度、ホットスポットは 86.2 度でした。少し高いですね。では、サイドパネルを外した状態でどうなるかやってみます。GPU 温度は 68.8 度、ホットスポットは 79.8 度でした。サイドパネルをつけた状態より、外した状態の方が 6.4 度低いということは、エアフローが悪いってことだね。原因は吸気口が底面パネルの一部にしかないため、十分な新鮮空気を内部に取り入れることができないのかな。そこで、サイドパネルを加工して、メッシュを貼ってみようと思います。サイドパネルの加工ができました。これに、防塵メッシュを両面テープで貼っていきます。サイドパネルを取り付ける前に、ケースのこの部分が若干高いので、ヤスリで最大 0.5mm 程度削ります。パーツを取り付けたままなので、削りカスが入らないように、紙で養生しました。塗装が剥げた部分にチーク色の水性ステンを数回塗り、ブラックの水性ウレタンニス塗り、400番のサンドペーパーで水研ぎを繰り返し、ウレタンニスを計3回塗りました。塗装が乾燥したのでマスキングを剥がします。塗り直した部分はあまり目立たなくなりました。防塵メッシュ付きのサイドパネルを取り付けます。それでは FF14 ベンチマークで GPU 温度が何度になるか計測してみます。この時の室温も25度、サイドパネルはほぼ全面メッシュの状態です。GPU 温度は 66.6 度、ホットスポットは 77.6 度でした。サイドパネルを外した状態より、全面メッシュの方が 2.2 度低くなって、エアフローが改善しました。最初のサイドパネルで閉じた状態より 8.6 度低くなりました。エアフローは良くなったけど、デザインはいまいち？全面メッシュだと内部がほとんど見えないので、メッシュ部分がどのくらい必要なのかを探ってみます。メッシュ部分を半分紙で塞いで測定してみます。GPU 温度は 66.9 度、ホットスポットは 77.9 度で、全面メッシュの時と 0.3 度しか変わらないので、半分あればいいのかな？そこで、かっこよくて、エアフローも良くなるようなデザインを考えてみました。このアニメーションのような、斜め半分上は透明で、斜め半分下はメッシュのサイドパネルを作成してみます。再度アクリル板を用意して加工します。毛書きに沿ってジグソーでカットしていきます。
メッシュを貼る部分の穴開け加工ができました。切断面をヤスリで整えていきます。加工したサイドパネルは前回同様、内側の上部分と下部分をマスキングして、黒のスプレーで塗装します。マスキングを剥がしていきます。三角にカットした防塵メッシュです。位置を決めてテープで仮留めして、両面テープを貼って、防塵メッシュを貼り付けます。アクリル板の養生紙を剥がして、完成したサイドパネルを取り付けます。それでは FF14 ベンチマークで GPU 温度が何度になるか計測してみます。この時の室温も25度、サイドパネルは斜め半分下をメッシュの状態です。GPU 温度は67度、ホットスポットは78度で、全面メッシュの時と 0.4 度高いだけなので、問題ないレベルですね。全面メッシュを半分紙で、塞いだものと比べて、0.1 度違うのは誤差の範囲じゃないかな。これで GPU の発熱による問題は解決しました。ビジュアル的にも、斜め半分クリアの部分を残したことで、グラフィックボードがある程度覗くことができるので、良かったと思います。今回の改造で分かったことは、エアフロが効果的に機能すれば、サイドパネルを外した状態より、各 PC パーツを冷やせることが分かりました。もし、興味を持たれた方が、何かの参考になれば幸いです。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。